ようこそ、奈良県橿原市へ。橿原市は、日本の歴史の原点とも言える場所。初代天皇、神武天皇が即位した地として知られ、多くの歴史的な名所が点在しています。今回は、この地域の歴史とともに、名所やグルメをご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。まずは、橿原市の名物、さなぶり餅を紹介いたします。おふさ観音の近くにある、このお餅は、地元の方にも、観光客にも大人気です。その名前の由来は、田植えが終わった後に行われる、さなぶりという神様への感謝祭から来ています。古くから農家の方々が収穫を祈るために神社仏閣へ備えたお餅がやがてこの地域の特産品となりました。もちもちとした食感と上品な甘さが特徴で歴史を味わうようなひとときが楽しめます。続いてご紹介するのは、おふさ観音。正式名称は、地蔵山観音寺といい、江戸時代に創建されました。このお寺は特に、風鈴の寺として知られており、夏には境内に約2500個の風鈴が飾られ、その涼やかな音色が訪れる人々を癒してくれます。もともとは、地元の人々が、疫病退散や五穀豊穣を祈るために参拝していた場所で、今でも地域に深く根付いたお寺です。それでは、ここからは、BGM とともに、実際に訪れた気持ちになってご覧ください。静けさの中に漂う、祈りの雰囲気を感じながら、この特別な空間を、お楽しみください。おふさ観音には歴史や祈りの象徴だけでなく文化や芸術の魅力も秘められています。その中でも注目すべきなのが天才人形師安本亀八が手掛けた生き人形です。安本亀八は江戸時代後期から明治時代にかけて活躍した人形師で、その作品はまるで命が宿っているかのように感じられる精巧さで知られています。生き人形とは特に写実的な人形で、衣装や表情、仕草の細部に至るまで細やかに作り込まれ、まさに生きているかのような存在感を持っています。おふさ観音に安置されている生き人形もその精巧さで訪れる人々を驚かせています。この人形は観音様の姿を表しており、祈りを捧げる人々に強い印象を与えます。特にその眼差しには慈悲深さと静けさが感じられ、まるでこちらの心を見透かされているような気持ちになるとも言われています。さらに生き人形にはもう一つの魅力があります。それは観音様を身近に感じられるということです。安本亀八の人形には単なる彫刻を超えた温かさや見る人々の心に語りかける力があるのです。このようにおふさ観音は歴史や祈りの場であると同時に、安本亀八が残した芸術作品を通じて日本文化の奥深さを体感できる場所でもあります。訪れる際はぜひ生き人形にも目を向けてみてください。その息遣いを感じることで祈りの場に新たな感動が生まれることでしょう。
おふさ観音。その名前の由来は、江戸時代、この地に住んでいた、おふさという女性にあります。彼女は、観音様への深い信仰を持ち、自宅に観音像を祀っていました。その思いが、地域の人々にも伝わり、やがて熱い信仰を集めるようになったのです。そして、その信仰が実を結び、現在の地に寺院が建立されました。正式名称は、地蔵山観音寺。このお寺の歴史は、地元の人々の思いと共に歩んできたと言えます。さらに、このお寺は四季折々の花々が楽しめることでも知られていますが、特にバラの庭園が有名です。約1200株ものバラが美しく咲き誇り、多くの人々の目を楽しませています。また、祈りの場としても重要な役割を果たし、祈りの回廊では、訪れる人々が、絵馬やお守りに願いを込めています。その光景を見ると、祈りの力が時代を超えて受け継がれていることを感じられます。おふさ観音は、ただの観光地ではありません。地域の歴史と人々の心が織りなす特別な空間です。訪れるたびに新しい発見があり、心を落ち着かせてくれる場所。ぜひ、皆さんもその魅力を体感してみてください。
次に訪れたのは、奈良県橿原市の今井町。ここは、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている美しい歴史的な街並みが広がる場所です。今井町は、近鉄八木西口駅から徒歩約10分という便利な場所にあり、アクセスもしやすいのが魅力です。また、近鉄大和八木駅からも徒歩15分程度で到着できます。車の場合は周辺に駐車場もありますので、訪れる手段は多様です。このエリアは、江戸時代の商人町の雰囲気をそのまま残しており、約500メートル四方の範囲に、約500棟の伝統的な建物が立ち並んでいます。特に格子造りの町屋や白壁の土蔵は、歩いているだけで、タイムスリップしたかのような気分を味わえます。町の北側に流れる、飛鳥川に架かる橋が目に入ります。この橋を渡ると、まるで町の玄関口をくぐるような感覚が味わえます。飛鳥川は、古代から奈良盆地を潤してきた重要な川で、周辺地域の農業や暮らしを支えてきました。この川には、面白い伝説も伝わっています。ある時、飛鳥川の付近で、大雨が降り続き、川が氾濫しそうになったそうです。しかし、川の守り神が姿を現し、町を守るために暴れる川を鎮めたという話があります。それ以来、町の人々は川に感謝の気持ちを込め、祭りや行事で川に祈りを捧げるようになりました。今井町の歴史は戦国時代にまで遡ります。当時、この地は自治都市として独自のルールで統治されていました。町を外敵から守るために周囲をぐるりと堀で囲み、その防衛力を高めていました。この堀の跡地は現在でも一部が残されており、当時の町民たちの知恵と努力を今に伝えています。特に注目すべきは織田信長との関わりです。戦乱の世において信長の保護を受けたことで、この町は安定を保ち、商業都市として急速に発展しました。その結果、江戸時代には東の堺、西の今井と並び称されるほどの繁栄を誇るようになります。堺と今井は当時の日本における経済と文化の中心地として栄え、多くの商人や職人たちが集まった場所でした。また、今井町の特徴的な建物にも戦国時代から江戸時代にかけての歴史が刻まれています。格子窓の町屋や漆喰壁で守られた土蔵は防衛だけでなく商売の場としての機能を兼ね備えていました。これらの建物が当時の町の繁栄ぶりを物語っています。さらに、今井町の街並みを歩くと、所々に掲げられた家紋や看板を見ることができます。それぞれの家に伝わる歴史や商売の伝統がこうした装飾に現れています。例えば、醤油や酒造りに使われた蔵もあり、今でもその名残を感じられる場所が点在しています。この街を歩くことで、ただの観光地ではない、かつての人々の生活や思いが伝わってくるのが今井町の魅力です。戦国時代からの歴史の息吹と商人たちのしたたかな知恵が織りなすこの街並みをぜひじっくり味わってみてください。今井町には歴史的な街並みだけでなく自由に見学できる施設がいくつかあります。
これらの施設を巡ることで、江戸時代の商人町としての暮らしや文化をより深く知ることができます。パンフレットなどもこの地域にはたくさんありましたので、ご覧になってください。概要欄にも情報を貼っておきます。
続いて、訪れるのは、近鉄橿原神宮前駅から橿原神宮へのルートです。このエリアには、興味深い見どころが点在していますので、一つずつご紹介していきます。まず、近鉄橿原神宮前駅についてです。この駅は、橿原神宮を訪れる際の玄関口として、多くの観光客や参拝者が利用しています。駅舎は広々としており、地域の観光案内所も設置されているため、初めて訪れる方でも安心して観光を楽しむことができます。駅前に目を引くのが黄色いポストです。このポストは全国でも珍しい色合いで、ここ橿原市に設置されたのには特別な理由があります。橿原市は日本の建国神話に深く関わる地であり、黄色は天皇の色とも呼ばれる高貴な色。そのため、この黄色いポストは地域の歴史や文化を象徴するアイコンとして親しまれています。この黄色いポスト、実は幸せを届けるポストとして地元で親しまれています。黄色い色が金運や幸運を象徴するとも言われており、ここから手紙を出すと願いが叶う、良い知らせが届く、なんていう噂もあるんです。そのため、観光客の方だけでなく地元の人々も特別な手紙を出すときにこのポストを利用することがある、そうです。また、設置当初はその珍しいデザインから、本当に手紙を出せるの？と、不思議がられることも多かったとか。しかし、今では、橿原市のシンボルとして多くの人に愛されています。ぜひ皆さんも、この黄色いポストを訪れて、幸せを送る気持ちで手紙を出してみてはいかがでしょうか。さらに、もう一つのユニークな見どころがあります。橿原神宮前駅から橿原神宮に向かって進むと、橿原神宮の前に、ストリートファイターの剣の銅像があります。この銅像は、世界的に有名な格闘ゲーム、ストリートファイターのキャラクターである剣を模したもので、剣の声優を務めた辻谷浩二さんが橿原市出身であることにちなんで設置されました。銅像は、ファンの撮影スポットとしても人気で、剣の特徴的なポーズが堂々と表現されています。橿原神宮は日本建国の神話と深い関わりを持つ特別な場所です。明治23年1890年に創建され、初代天皇である神武天皇とその皇后姫たたらい鈴姫の命を主催神として祀っています。この地は日本書紀に記された神武天皇の即位の地橿原宮に基づいて選ばれました。神武天皇は九州の日向から東へ旅をし、数々の困難を乗り越えた末にこの橿原の地にたどり着きました。そしてここで即位し、日本統一の第一歩を踏み出したと伝えられています。この建国神話は古くから起源説として祝われ、橿原神宮は日本の歴史的シンボルの一つとなっています。橿原神宮の建築は日本最古の建築様式の一つである神明造りを採用しています。このシンプルながら荘厳な様式は伊勢神宮でも見られる日本伝統建築の原型です。本殿や拝殿の佇まいは訪れる人々に神聖さと静けさを感じさせてくれます。広大な境内には四季折々の自然が広がっています。春には桜、秋には紅葉が彩りを添える深体家や静けさの中に佇む森が特徴的です。また、大和三山の一つであるうねび山を望むことができ、自然と歴史が融合した絶景スポットとしても知られています。興味深いのは、橿原神宮が創建された際、そのモデルとなったのが伊勢神宮だったという点です。
伊勢神宮を参考にして設計されたため、橿原神宮にはもう一つの伊勢神宮とも言える雰囲気があります。ただし、こちらの神宮は建国神話に深く結びついている点で、独自の魅力を持っています。また、深田池には、八咫烏にまつわる話もあります。八咫烏は、神武天皇が統制の際に道案内をしたとされる、神話上の三本足の鳥。この池の周辺では、その神聖な象徴として、八咫烏に関連するアートや装飾が見られることもあり、歴史好きにはたまらない見どころとなっています。大和三山にまつわる伝説も橿原神宮の周辺で楽しむことができます。うねび山はかつて神々が集った場所とされ、大和の中心地としての象徴的な存在でした。その歴史や物語を知ることで、訪問がより深い体験になるでしょう。橿原神宮は歴史的な深みと美しい自然の調和を楽しめる日本の心に触れる場所です。訪れる人々はここで建国神話とともに日本の原点に触れる貴重な体験ができるでしょう。そして、橿原神宮から歩いて数分の場所に位置するのが橿原考古学研究所附属博物館です。この博物館は日本の考古学研究を牽引してきた橿原考古学研究所の付属施設として貴重な遺物や研究成果を一般に公開しています。この博物館では主に奈良県内の遺跡から出土した土器や石器、古墳時代の埴輪、または飛鳥時代の建築部材などが展示されています。特に大和地方を中心とした古代日本の歴史や文化について深く知ることができる貴重な資料が揃っており、訪れる人々に日本の古代史の奥深さを体感させてくれます。注目すべき展示の一つが橿原神宮周辺で発掘された遺物です。これらは神武天皇が築いたとされる橿原宮や周辺地域で栄えた古代の暮らしぶりを垣間見ることができるものです。また、特別展では最新の研究成果をもとにした展示が行われることもあり、考古学に興味がある方には見逃せないスポットとなっています。さらに、この博物館の敷地内には橿原考古学研究所の建物もあります。ここでは実際に発掘された遺物の研究や保存が行われており、研究員たちが歴史の解明に挑んでいます。そのため、この博物館を訪れることは単なる観光にとどまらず、日本の歴史や考古学研究の最前線を感じることができる貴重な機会と言えるでしょう。橿原考古学研究所附属博物館は、歴史と文化を深く学び、橿原神宮訪問の感動をさらに広げてくれる場所です。古代日本の歴史に触れたい方、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。そしてまた、ここもすぐの場所にあります。次にご紹介するのは、神武天皇御陵です。初代天皇である神武天皇が眠る場所とされるこの御陵は、荘厳で静寂に包まれた神聖な空間が広がっています。その広大な敷地と整えられた参道は、訪れる人々に深い敬意と感動を与えてくれるでしょう。歴史の重みを感じながら、ぜひその神秘的な雰囲気を味わってみてください。神武天皇御陵は日本の建国神話に深く根ざした特別な場所です。
日本書紀によれば、神武天皇は九州の日向から統制を行い、多くの試練を乗り越え、大和の地にたどり着き、ここで初代天皇として即位されました。この物語は単なる神話を超え、日本の文化や精神の礎として、現代まで多くの人々の心に息づいています。さらに、御陵周辺には美しい自然が広がり、鳥のさえずりや木々のざわめきが訪れる人々を静かに迎え入れてくれます。古代の人々がこの地で見たであろう風景を想像しながら散策すれば心が落ち着き、歴史の息吹をより身近に感じられるでしょう。歴史好きな方にはもちろん、自然を愛する方にもおすすめのスポットです。ぜひ、古代日本の息吹を感じながら、神武天皇御陵を訪れてみてはいかがでしょうか。そして今回最後にご紹介するのが、藤原旧跡です。ここは、日本で初めて本格的な都として築かれた藤原京の中心地であり、飛鳥時代後期に天武天皇と持統天皇によって計画された日本初の5番の目状の都市計画が採用された画期的な場所です。694年に完成したこの都の中枢である藤原宮では、当時の繁栄と日本史の黎明期を感じることができます。藤原旧跡にまつわる面白い話として、当時の都の世界初に関するエピソードをご紹介します。藤原京は日本で初めて5番の目状に整備された都であり、その設計思想は当時の中国唐の都である長安を手本にしたとされています。しかし驚くべきことに、この都市計画には日本ならではのアレンジが加えられていました。それは自然との調和を大切にする精神です。藤原旧跡から見渡せる大和三山、うねび山、耳なし山、かぐ山は、古代から神聖な山々とされており、都の建設においてもこれらの山々を景観に取り込むよう配置されています。つまり、都市の設計自体が自然崇拝の思想を反映していたのです。
奈良県橿原の魅力をお届けした今回の動画はいかがでしたでしょうか。歴史的な名所や美しい自然が融合したこの地で皆さんと一緒に素晴らしい旅ができたことを嬉しく思います。もしこの動画が気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。